おつおつお先輩たちアジムだよ。おつ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 アジムだよ。よいしょよいしょ。おつおつおつアジムだよ。先輩アジムは生きてるよ。おつツイッターとかでアジム生きてるのって心配してくれてる先輩がなんかいっぱいいたんだけど、それに対して今日は答える回にしようと思います。そう、アジムは生きてるよ。指は死んでいるけどね。指はちょっと、あと喉も死んでいるんだけど見てほら、アジム10月なのにまだね夏服着てるの気に入ってるから。でもねだからかわかんないけど、なんか喉の調子も悪いし、なんか指の調子も悪いし、足も痛いし腰も痛いし、トイレに行きたくなる頻度も高いし、死なないでってアジム死なないでって。ありがとう。先輩たちアジムに死なないでっていっぱい言ってくれるよね。アジムに死なないでほしいって思ってる？指が治った。腰もなんか今日痛くない。足も今日痛くない。喉も治ってきた。死なないでっていい感じになった。マンモスの墓場先輩生存代って生きてるだけで金がもらえる時代か。これだからバーチャル YouTuber はやめられないし。ありがとう先輩今なんて書いてた？おかえりって書いてくれてた。ちょっと早くて全然大きいコメントしか読めてない。戻ってきた。アジムおかえりってありがとう。 I'll be back。 他の大きいコメントもちょっと読めてないままだ。後でママと一緒にちゃんと見るから待ってて。ありがとう。コメントが早すぎて、なんかアジム生放送久々だからさ、コメントの速さについていけない。お座り先輩なんて書いてた？今いいときロール？ちょっと今ので思い出した。これバンされないかな？ YouTube ってどこまで言ったらバンされる？下ネタとかじゃない。英語なんだけど、ちょっと言ってみるか。アジムね、小学校の時に数少ない友達2人しかいなかったんだけどその数少ない友達が英語を思い出せない。思い出した。なんかね、プリーズキルミーっていうのがお前を殺すって意味だよって言ってなんか教えてもらったのだから怒った時とかにプリーズキルミーっていうのが流行ってたんだけど、後でね知ったの。
あれはお前を殺すじゃなくて私を殺してって意味だったんだって。でもアジンマ生きてるよ。アジンマ生きてるよ先輩。アジンマ生きたい。I'm not kill キルとかじゃバンされない？キルじゃバンされないか。そうだよね。よしよし、じゃあ元気出していきましょう元気出していこうというわけで、初見ですってぼっくり先輩、初見ですってありがとう。ゆっくりしていってね初見さんお茶どうぞゆっくりしていってね。いっぱいなんか先輩来てくれてありがとう。ほんと久々だね。今日は名前もいっぱい呼びたいなって思ってるんでしょ。久々だし。だからちょっとコメントをいっぱい読もうと思ってるから、よろしくね。コメントもいっぱいしてね。よろしくね。はい、アジムは今日話したいことがいろいろあるんですけども、じゃあまず何から話そうかな。よいしょ。何か話そうかなと。何にしようかな。あ、これはまだ話せない。これメモしたんだけど、アジムね、この前ね、バーチャル YouTuber の他のね、いろんなお友達とね、ご飯に行ったんだけど、アジム見えてる？今見えてる？アジムね、ご飯に行ったんだけど、これはね、まだね、話せない。ここまでしか話せない。また今度話そうと。じゃあ次何にしようかな。あ、そうだ。アジムね、アジムね、知ってる先輩、ハロウィンって。ハロウィンっていうのがあるんだけど、アジムね、ハロウィンするんだって。10月の20日の土曜日に、18時から、アジムは、バーチャルハロウィンナイトという渋谷音楽祭ってね、毎年やってるイベントの、それにね、ハロウィンのね、やつにね、出させてもらうことになりましたーふー、知ってる先輩、ハロウィンって知ってる？ハロウィンって知ってる先輩いる？ハロウィンって何って。そうだよね。ハロウィン知らないよね。影のものだからハロウィン知らないって。そう、アジムもね、ちょっとハロウィン、正直あんまりよく知らないんだけど、しかもさ、渋谷だよ、渋谷。渋谷でバーチャルハロウィンナイトですよ。アジム場違いじゃないかな。大丈夫かな。先輩、ハロウィンって知ってる？そう、ハロウィン、そう、なんか仮装するんだって。先輩は今年ハロウィンの仮装する？可愛い女の子にいたずらしてもらう日でしょって XYG 先輩。そうなの？それは結構いいかもしれない可愛い女の子にいたずらしてもらう日なんですか先輩。それはすごくいい日。すごくいい。お菓子もらう日？あ、そっか、あれか。ドイツかなんかでお菓子を配る日だっけもうね、雑な知識しかハロウィンに対して持ってない。なんかさ、なんかアジムのイメージは、こう、なんかとにかく、なんかすごいいろいろ、なんかこう、ドン・キホーテとかでさ、売ってる衣装買って、すごい露出した格好を10月なのにして写真撮ろうよみたいなノリで女と男が密着して、なんかそういうなんかワンナイトみたいなイメージなんだけど、今夜はハロウィンだから何でも OK みたいなイメージなんだけど、本当のハロウィンはなんだっけ、スイスでお菓子配るんだっけなんだっけ、そう、トリックアトリートって言うの。トリックアトリートって言うの。そう、それ。かぼちゃをぶつけ合う祭りだよってつくもく先輩。本当に？それは初めて聞いた。かぼちゃをぶつけ合う日なの？あ、違う、そんなつもりじゃない。待って、今のはでも、今アズミがこういう日かなって思ってたのは結構ごめん、
あれだから、そのアジムがこうかなって思ってるそのギャルゲーとかの知識だからごめん。渋谷はそんなんじゃない。渋谷のハロウィンはすごい健全なんだよ。知ってる？知らないけどでもだから来てほしいです。いっぱいの先輩に来てほしいです。ぜひ今チケットもね出てるなってだからね、来てほしいなと思ってます。来てね、よろしくお願いしますあとじゃあ話をハロウィンが10月20日でハロウィンナイトするでしょ。で11月の3日の土曜日はなんとアジムニコニコ超パーティー埼玉スーパーアリーナのイベントに出演させていただくことになりましたー。嬉しい。ニコニコアジムめっちゃ見てるしめっちゃ嬉しい。いや、アジムが SSN のステージに立てる日が来るなんて先輩たち思ってました？すごい緊張するんですよ。すごいもう緊張して、実は最近何を歌うかっていうのはまだ言えないけど、これまでアジムが歌ったことある歌をちょっと歌おうと思ってて、その練習をね最近は結構一生懸命してたんですよ先輩。そうだからちょっと配信とかあんまできてなかったけど、アジムは先輩たちにいいものを届けられるように、いいものかっこいいとこ見てもらえるように頑張ってたんですよ。そう、ありがとう、おめでとうっていっぱいコメントありがとう。そうなの、ありがとう。姫ひなちゃんにも久しぶりに会える、0時ぶりかに会えるからアジムすごく楽しみ。はじめましてのね共演させていただける先輩方もいっぱいいるので、なんて言うんですかね、あわよくば LINE とか聞けたらいいなって思うんですけど、とりあえずまあそれはすごいこう高いちょっとね、まあ夢を大きくみたいな感じだから、もうちょっとまずは積み重ねてね、挨拶をちゃんとするでしょ。でちゃんと目を見て会話できるようにする。まずそれができるように頑張ろう。あわよくば LINE を交換できたらいいなって思ってます。どやさあ、アジムお友達少ないからね。アジムお友達少ないから友達になりたい。下心丸出しで腐ってタケノコ男先輩。下心じゃないもん。だって隠してないから。オープンにしてるし、これは下心って言わないと思います先輩。オープン違うもん。そんなオフなんとかとか言わないで。出会いなんとかとか言わないで。そういうのじゃないです。そうだよ、 LINE アット解説してって、カフー神先輩っていうのかな、ちのちゃんのカプチーノ。そう、LINE アット、そっか、それがあればアジム先輩たちと LINE できるのか、もしかして。ちょっとやってみたいな。ママに言ってみよう今度あ、そうだ、あとね、これも話す。先輩、アジムが夏に柴犬を飼いたいっていっぱい言ってたの覚えてますか？そしたらね、柴犬を届けてくれた先輩がいたんですよ。それがこちら見てめっちゃ可愛くないですか？めちゃめちゃ可愛くないですか先輩。ちょっとこれね、メールでくれた先輩の名前言っていいのかわかんないから、もし言っていいよってちょっと教えてもらったら言えるんだけど、今いるかな先輩。こちらの柴犬を送っていただきました。ありがとうございます。もうね、一目見た時になんていうの、なんかアジムの知ってる柴犬とは違うけど可愛いって思ってこれアジム名前つけるとしたら白かなって思った。白って呼んだらワーンって来そうじゃない？可愛いでしょ？でもアジムの知ってる柴犬は茶色と白色の柴犬だから、これなんだろうなって最初思った
めちゃめちゃ嬉しかったの。めちゃめちゃ嬉しかったの。ありがとう。あ、ほんとだ、お父さん犬だ。ソフトバンクの。あれって柴犬って言うんですか？あの子も柴犬なんですか？あれって柴犬なの？北海道犬？龍先輩。何犬これ？何？チワワ？何？っていうか、違います。シロちゃん先輩のことじゃないです。シロちゃん先輩をペットにって思うとなんかちょっとそれはそれでちょっとなんかペットって言い方はあれかな。なんかでも違います。この子。そっか、じゃあちょっとシロだと紛らわしいからお父さんって名前にしようかな。やだよ、なんかそれはそれでやだよ。なんか混ざるじゃん、パパと。お父さんって言ったらパンっていう片隅でお父さんがさ、パパがさ、何とか言うんでしょ。やだよ、そんなの。なんかもっと違う名前にしよう。これさ、本当に柴犬なのかな。でも嬉しい、ありがとう。でも茶色と白の柴犬もお待ちしてますなんてちょっと、でもアジエムなんかいっぱい動物集めて動物園開きたい。アジエム動物園開園したいねえ、知ってる先輩？人類動物園説って知ってる？地球は動物園だっていう説知ってる先輩いますか？知ってる先輩いるかな？知らない先輩何言ってんだお前って思うよね。さあ、知ってる先輩いるかな？今ね、ちょっとね、コメントがすごいね、なんかね、重いからね、すごいラグがあってね、今まだ先輩たちが犬の名前を決めてくれるコメントなんだよね。さあ、知ってる先輩いるかな？知らないって。藤原さえ先輩知らない。初めて聞いた。怖い。湯橋先輩知ってる？お、かぐや先輩初めて出た。倉田先輩知らない。白雪の先輩聞いたことある。タルト先輩知ってる。たすけ先輩何それ？マジマンジ先輩俺ら猿だし。それとはちょっと違う。猿か。それとはちょっと違う。地球は地球だろってミキコ先輩。まあそうなんだけど、でも知ってる先輩結構いる。あ、宇宙人に支配されてるとかあって、おみそ先輩。そう、ちょっと近い、そんな感じ。人類先輩説、人類皆先輩説。そう。それは結構なんていうの、その学説的に有力な説らしいよ。結構なんか言ってたぜ。野口英世とかも言ってたよ、それ。何がや。じゃあ今度話そうかな。人類動物園説について今度ちょっと語ろうかな。知らない先輩も多いからね。今度知らないから教えてって。ホタル先輩とも読めない感じ。ごめんね。その話はしてはいけないって小林先輩。そうなの？ダメなの？ダメって言われたらしたくなる。じゃあまた今度しようかな。よーし、しよう。で、動物園といえばさ、先輩知ってる？ナメクジっているじゃん。ナメクジってね、塩をかけられるとね、溶けるんだって。溶けてなくなるんだって。それって心臓も内臓も全部溶けてなくなるってことじゃん。じゃあカタツムリじゃなかった。なんだっけ、ナメクジはどこに行ったの？ナメクジってどこに行ったの？じゃあこの前雨がいっぱい降ってた時期があるじゃないですか。で、アジエムがお外に出ようとしたら、玄関の内側にナメクジが歩いてたんですよ。内側ですよ、外じゃなくて。と思って、でママにそういう報告したんですよ。ナメクジがいますって。そしたら、雨の日はナメクジは活動的になるんだよって言われたんですよ。そう。それでアジエムは塩では溶けないよ、勝太郎先輩。それでね、知ってる先輩多いのか。まあいいや。それでなんだっけ、そう、カタツムリじゃなくて、なんだっけ、トカゲじゃなくて、ナメクジがいるでしょ。ナメクジがね、そう、いたんですよ。で、雨の日は活発になるんですって。
と思ったけど、いやそういうことじゃなくて、そのお外にいるのはよく見るけど、でもなんでお部屋の中っていうかこのお家の中になんで入ってこれるのって聞いたんですよ。そしたらナメクジは軟体動物だから思いもよらない角度から入ってこれるんだって言われたんですよ。そうかと思ってでさ、でもナメクジって塩をかけると溶けちゃうんだよってその時に教えてもらって、そっかと思って、じゃあナメクジは普段どこに生息してるのって聞いたら、なんかその辺の木の陰とかにいるんだよって言われたんですよ。そっかと思って、でもそしたらさ、ナメクジは何が楽しくて生きてるんだろうって思ったんですよ。どう思いますか先輩は。木の陰に隠れてて、でね、多分近くには似てるからカタツムリとかも近くに住んでると思うんですよ。でね、カタツムリが近く住んでてさ、ナメクジがアズイムだとして、ここにカタツムリいる。アズイム劇場やる。アズイム劇場アクション。アズイムナメクジねこれ。あ、カタツムリがいる。なんか背負ってるでしょ、背負ってる。なんか背負ってる。あれがあれば塩かけられても中に入って隠れられるんじゃないか。あれどこで拾ったんだろう。すいません、どこで拾ったんですか、そのくるくるしてるやつ。聞いてもらえないな。じゃあ俺も頑張ってくるくるしたやつ探してカタツムリになれるように頑張ろうって。多分それを生きがいにしてカタツムリは違うカトカゲ違う、ナメクジはカタツムリになりたいと思って生きてると思うって言ったんですよ、ママにね。今の説明したの。そしたらナメクジとカタツムリは別の生き物なんですって。そもそもナメクジはカタツムリのなんか、ナメクジは甲羅をゲットしたらカタツムリになれるんじゃなくて、別の生き物、そう生まれた時からあるんじゃないのってマグロ先輩、そう見つけたからあれを背負ってるんじゃない。だからカタツムリは塩かけられてもそもそも溶けないし、もう別なんですって。そこで味でも思ったんですよ。これ人間でも同じことが言えるなって。同じようにさ、目と鼻と口がついててさ、手もあってさ、足もあるみたいな感じ。人間もさいるじゃないですか。でもああなりたいなと思っても明らかにもうなれなかったりする。ごめんね、説明が下手だけど、ナメクジとカタツムリからジェームはなんか学んだ気がしたんです。はあ、疲れた。水飲まなきゃ。はあ、疲れた。そうだ、まだ話したいことあるんですよ。聞いてください先輩。この流れで言うのもどうかと思うんですけど、そして今日のアズレムの服装で言うのもちょっとどうかと思うんですけど、あ、後ろにピカチュウあるからね。ピカチュウいるじゃん。ピカチュウがさフードかぶってるじゃん。そう、アズレムのねパーカーがね、なんと10万人突破記念のパーカーがやっと完成しました。それがこちら見て。前にさ一回サンプルの作りかけの画像を公開したんですけど、もう本当にもうね完成しました。先輩たちからのご意見を参考にして、耳も大きくしたし、このファスナーの部分の色も忠実にこのピカチュウファスナーないや。まあちょっとアズイムの他の動画後で見て、もうね同じような色にねなって、すごい完成度、完成度高えなおいって感じになってるから完成度高えなおいって感じになってるからだからぜひたくさんの先輩に来ていただきたいんですけども、これはですねパニコンに入ってるなんかママが後ろでなんかしてるんだけど、パニコンに入ってる
ファニコンに入ってくれてる先輩に何してるんですか？ママがなんか後ろで変なことしてんだけど邪魔しないでママ。ママがなんか変なことして邪魔してくるファニコンにもう水飲まなきゃ。ファニコンに入ってる先輩に先行で詳細をお届けというかどこでゲットできるよっていう情報をお届けできると思うので、たまにはねアジームのファニコンなんかアジームの日記帳みたいになってて、なんか先輩これ楽しいのかなってちょっと不安なんだけど、たまにはそういう有益な特別な感じでお先に情報をお出ししますので、ぜひお願いします。で、ネオアームストロングサイクロゼットすごいフルでコメント書いてくれて先輩、ちゃんと教育を受けて、義務教育を受けてここにたどり着いてくれてありがとう。完成度高えなおいすごいね、ありがとう。嬉しいな、ジーム振るってもらえて。ねえアームストロングサイクロゼットアームストロングをねえねえ、嬉しい嬉しい。お湯飲まなきゃ。あ、そう、これ今日お水じゃなくてお湯なんだ実は。喉がガラガラしがちだから、お湯なの今日温めてもらった。温めますか？温めますか？温めますかといえば、アジエム実はさ、いろんなバイトしてたことがあるんだ。高1の時にね、演劇歌謡スクールに今通ってるじゃん。でもね、最初はね、ママあんま協力的じゃなかったからね、自分でお金貯めて稼いで自分で自力で通おうと思っていろんなバイトしてた。温めますかって、コンビニはやってないんだけどいろいろやってたんだよ先輩。何してたと思う？何してたと思う？当ててみて。そうだよ。レン先輩いろんなってそうだよ。いろんな。Q 先輩コンビニはしてないけどね。XYZ 先輩貧乏だもんねって。塩川先輩ライテありがとうってか、コメントのなくなるね、ごめん。でもいっぱいコメントして絶対遅れても拾うから。できたらひらがなで書いてね。ひらがなの先輩の方がね、コメント読みやすい。ごめんね。ハマー先輩工場はねまだ未経験。スーパーのレジロッタ先輩ピンポーン、一つ当たり出ました。新聞配達月先輩違う。何個くらいやったって。ちょっと今全部思い出せないけど両手以上はやってるはず。ピザの配達員ってトイレ先輩、ピザ屋さんは面接には行きました。面接に行ったんですけど、ピザハットは面接で落とされました。二度とつたるまねえからな、ピザハット。ごめんね、急に大きい声出して。アジエムね、面接落とされた企業はね、不快運動してるから、一人で。いろんな企業いろんな商品実は不快運動してる。不快運動っていうの、不買運動っていうの、なんていうのあれ。ポスティング、ライ先輩、ブブーブブー。松屋先輩ってコメントが多いですけど、松屋先輩は面接も受けたことないしバイトもしたことない。なんか松屋先輩でバイトしだしたらもうなんか本当になんかもうなんていうの、なんかおかしくなっちゃいそう。抑えられなくなりそう、自分が。あ、名前出しちゃダメだったかな。シンジ先輩名前出すなって。せつな先輩やばい。キノピ先輩性格出てるぞ。出てないよ。今の違う。今のは違うの。今のはね、今のママが言えって言ったの。今のはもうカンペに書いてた。ティッシュ配りってゆう先輩ピンポーン。
それもやった。本屋さんはやってない。あとな先輩、遊園地のスタープ。ブブー。ファミレスって買うや先輩。ファミレスは惜しいな。やってない。カラオケ東西南北先輩読めなかった。やってない。そっか。固有名詞は言ったらダメ？ごめんじゃあ。なんかピザハットじゃなかった気がする。なかったことにしよう。わかったじゃあ。後でピザハット宅配頼むから。ね。メイドカフェ石川先輩、メイドカフェの部分。メイドカフェはね、結構高校生はね、実際ダメだったりする。高校生がいますとか在籍してますとか歌ってるけど、あれが大体高校生じゃない。いや、わかんない。在籍してるとこもあるかもしれないけど、アジエムの近くのバイトできそうなとこは大体18歳以上、高校生以上とかだった。なんでだろうね。お酒とか出すからかな。お酒出すとダメ。わかんないや。警備員はやったことないと思う。まあいっぱいあるけど、今日はこの辺にしようと。よし。そうだ私が言いたかった。アジエム最近動画投稿全然できてないじゃん。アジエム動画投稿全然できてないじゃん。できてないんだけど、今度ロケに行こうっていう企画をやろうと思ってて、先輩たちさ、ロケどんなとこに行くと面白い動画になると思う？アジエムは0時でも言ったけど、委員長先輩と歌舞伎町にちょっと行きたい。歌舞伎町でロケやってみたい。新大久保もいいね。歌舞伎町とか新大久保とか錦糸町とか、あとね、どこにしようかな。大阪来るのって大きなメダ先輩。大阪も行ってみたい。なんだっけ、あるよね、有名なとこ。行ってみたい。北海道も行ってみたい。北海道ってどんなところなんだろう。戸越銀座商店街、めっちゃピンポイントですね。戸越銀座か。もう行ったことない。よくさ、テレビでなんかやってるよね、ロケ。なんか美味しいコロッケ屋さんみたいな、よくわかんないけどやってるよね。大阪はあれか、新世界ってやつか。新世界から田舎はいいぞってひき肉先輩。田舎だったらどこがいいかな。イオンでオフ会しようって。イオンはいいや。ザー先輩五反田なんかすごいいろいろ。それ今先輩たちが書いてる地名ってさ、おすすめの土地ってより先輩が住んでる場所だったりするのかな。高田馬場ってこだ先輩。高田馬場ってなんだっけ。町田においでって匠先輩。町田はね、なんか乗り換えで行ったよこの前。福島の葉読めなかった。早かった。ララガーデンカス読めなかった。四国は緑がいっぱい。南前子先輩。四国ってさ、どこだ？四国って四国か。先輩もう全員特定しちゃいますよ。そんな個人情報書いちゃっていいんですか？ CM が言っても。オフ会0人でブライト先輩やめろよ。もうそういうネタをはらんでくるのやめろ。CM がオフ会したら0人になっちゃうかな。オフ会は0人でしたってちょっとやりたいけどね。あれサングラスつけて。CM 東京に住んでるのって。
アジムはね、なんか疲れてきたから横になろうと。よいしょ。先輩アジムの今見ちゃいけないもの見たね先輩。ああ、見ちゃったか。先輩には見せないように頑張ってたんだけどな、アジムの本当の姿。なんか最近意味深な動画作るのって流行ってるんですかね。なんかその考察しがいのあるっていうか、なんていうの、なんだろうそれ、怖いよドキドキみたいな動画、なんか最近ちょっと流行ってませんか？アジムもちょっとやりたいな。アジム実はソファーだったみたいな考察されたいねえ、最近なんか流行ってるよねって聞いてもタイムラグがねすごいから、早くコメント書いて、早くコメント書いてねえ。そうあ、やっとコメント落ちてきた。そうさなちゃん先輩とかさ、なんかつぐちゃん先輩とか、なんかそういうねえ、アジムなんかそういう意味深とはなんかかけ離れてたじゃんこれまで。もうなんかもう全部顔に出るみたいなタイプだったじゃん。でもアジムも意味深キャラでなんか最初から伏線張ってやりたい。いろいろ伏線っていうの、アジム実はソファだったみたいな考察されたい。ニコニコ動画にまとめられたい。アジムだってアジムのこと考察されたい。そうだったんだアジムって思いたい。ねえ考えてよ設定一緒にやろう。人間椅子アジムだいぶ来るね、そのワードだいぶきついね。でもちょっとそういうのいいな。アジム実は先輩説 LTD 先輩、そういうのいい。アジム実はなんとか説みたいなの欲しい。もう遅いって。遅くねえんだよ、早いんだよ、ちょっと早いだけ、ちょっと早いからちょっと緩めていけばまだ間に合う。最近アジム死んでねとか言われてたじゃん。見てこのタイトル、アジムは生きてるよ先輩ってなんだよこのタイトル、そもそもよなんだよいや3000人の先輩、アジム実は椅子だったんだ。ちょっと今の雑すぎるか、ちょっとなんとか説作って。実は宇宙人黒先輩、宇宙人はなんかありがちな設定だからもっと凝った感じがいい。なんかさ、やたらアジムのお水飲みたいじゃん。それってなんかあるのかもしれないね。実はやたらトイレに行きたいのも分かった。いや違うな、アジムもうさ、アジム実はなんとか先輩説っていうのをやめて。アジム先輩説はいいけどアジム先輩説はやめて。黒塗りとかじゃないからやめて。アジムラッパー説、この新先輩ラッパー説いいですね。アジムラップやりたいですね。今日まさにその話を演劇歌手スクールの先輩とやってた。電車に乗ってていきなり後ろからフリースタイルダンジョンみたいな感じでヨーみたいな感じで iPhone で音楽流しながらバトル仕掛けられたらどうするって話をまさにさっきやってた。アジムはちょっとその戦いなんか仕掛けられたら頑張りたいと思う。だからラップ勉強したいなって思った。アジムトイレの神様説、トイレには神様が住んでるんやでーってやつ。トイレの神様はちょっと嫌かな。アジム何々説、アジム滑舌悪い説、何言ってんだお前。
隣の客はよくかき食う客だ。マグマ大使のママはマママグマ大使。アジム中の人2代目説。中の人って何なんですかね。よく見ますけどね。中の人2代目説面白いですね。限界オタク説。それ説じゃなくてね、アジム実は男の子説。そういうのがいい。それやろう。アジム男の子説やろう。アジムそっか、男の子だからトイレが近いってことそういう関係ないのかな先輩。アジムの偏見。でもなんかそうだって聞くよ。そっか、アジム男の子説はやりたい。だから女の子にときめくってこと。ちょっとそれやりたい。アジムの髪の毛この辺までこう短くして一つ結びに。見て、これくらいの髪の毛だと男の子に見えるね。見て、このなんか伸びてるのはあんま気しない。今この隠してるとこのこの上だけ見てね、男の子に見えるね。見えるね。見えるよね。男の子説やりたいな。アジム男の子説やるか。なんて名前？そうだ、この前ってかめっちゃ最近なんだけど、ニュース見てたらさ、輪っかの輪に夢って書いてリムくんっていうなんかね、すごいこうなんか自転車に乗るのが上手なんてスポーツかわかんないんだけど、こうなんかブイーンでするスポーツですごくこう活躍されてるリムくんって男の子がニュースで出てたんですよ。知ってますか先輩、そのニュース。アジムと同じ名前だと思って、そっか、リムって名前で男の子でもいけるな、かっこいいなと思って、そのままの名前でいけるね。ねえねえ、知ってるよね、このニュース。知ってるよね。今ね、アジムなんかね、まだなんとか説とかいうコメントなの。早く書いて、早く書いて、早く書いて、早く書いて。あ、そう、出た。そう、リムくんってそうなの。リムくんで合ってるよね。ワム違う、リムくんのはず。何リムくん。そう。そうってなんだっけ。何くん。ちょっと今先輩調べて、ちょっと何くんだっけね。そう、ニュースでやってた。かげろうデイズ先輩ニュースでやってた。同じニュース見てるね。そうなの。そうなんですよ。声低くしないとって、羊羹先輩。そうだよ。低くして喋る。ちょっとじゃあそういう感じでちょっと意味深な考察されちゃう。実は東リム実は男だったみたいな。でも男だっただけだとちょっと弱いかなって気もするから、もうちょっとこうなんか実は死んでたぐらいのインパクトがある設定が欲しいよね。やろう今度。ちょっとワム言わないで。ワムじゃないよ、リムだよ。なんか面白い設定を思いついた先輩はどしどしご応募ください。採用された先輩には商品券1万円分プレゼント。そう、この前 GM ね、演劇歌唱スクールの打ち上げでね、商品券1万円分当たったんだよ。それあげるそれあげるよ。あとダイソンの掃除機も当たった。ママの分とアジムの分で2枚持ってたら両方当たった。アジムちゃん持ってんねって感じだった。でも掃除機持ってウキウキして帰って家の中を見て絶望した。掃除機かける隙間なんてなかったね。なんて汚いうちなんだって思いました。アジムもうコメントがね遅すぎる。コメント早く書いてラグだもんね。早く書いてもあれだよね。なんかネットが始まったばっかりのチャットルームみたいなものを思い出してか、アジムはその動画を見たんだけど、もうまだみんなタイピングに慣れてないからさ、会話がちぐはぐになっちゃってさ、会話すれ違っちゃった、申し訳ないと思いながら、ごめんなさい遅くなってって打とうとしたらなんかまた話ずれて、もうダメだみたいな。でなんかよくわからないこだわりで一文字一文字の間にスペースを入れてさ、僕はそう思うみたいな、なんかちょっと人とは違うみたいなのをチャットで表現してくるやつとか、全部半角カタカナで書いて俺らは違うみたいな表現してくるやつとかいるっていうのを動画で見た。なんなんすかねあれ。
歳ですかって。17歳だよ。今のも伏線だから先輩。今のも実は味今何々だったら伏線かも。お家が汚いのも全部伏線だし、だから考察して味夢のこと。今味夢の家マジでやばいことなってる。味夢の家の階段一段一段にね、全部物がきれいに置いてあるの。なんかね、もうね、階段味夢にとってそれが普通になっちゃってたんだけど、階段のこう隙間を登って自分の部屋に行くっていうのが普通になってたんだけど、友達が家に来た時とか結構ドン引きされるようになってしまった。この隙間通るのみたいな。でも味夢こう見えて几帳面だから、味夢意味があってそこに物を置いてるんですよ。だから床にポストカードとか置いてるけど、それ味夢がここに置くって決めたから置いてるのであって、それを友達とかにこれゴミでしょって言われて拾われるとめちゃめちゃキレたくなる。そこにこの角度で置くって決めてるから置いてんだよ、触んなって思う。でもこれ言うと、味夢みたいなことは絶対一緒に暮らしていけないって言われる。まあ友達いないけどね。今先輩何の話してるの？コメントについていけないんだけど。あ、何々説考えてくれてるのか。ありがとう先輩。そうだよ、味夢几帳面なんだよ、大きな猫先輩。そうだよ、味夢几帳面。実はね、散らかってるように見えて全部片付けてるつもりってタイプですね。すごくわかるってくるみ先輩、本当にわかる先輩多いね。やばいやつとか言ってる先輩いるけど、わかるってコメントもまああるから、まあ今のも伏線だけど考察してね、味夢のこと。いやー、考察。そういえばね、味夢ね、味夢チャンネル登録者数がもうすぐで15万人になるんですよ先輩。すごくない？ 15 万人って言ったら松屋先輩に入りきれません。松屋先輩と吉野家先輩足せば入りきれるかな、合併させたら。松屋先輩と吉野家先輩が合併したら店舗数何店舗ぐらいになるんだろう。ちょっと調べたい。考察しよう。そしたら入りきれるか。それでも足りなかったら中尾先輩も合併させよう。それでも足りなかったらまあすき家先輩も合併させよう。そしたら15万人入れるかな。100万人まであとちょっとやんって。もうそんな気が早いですよ先輩。あとちょっとか、あとちょっとか。道のりは長い気がする。でもあとちょっと。そうだね、年明けぐらいにはなんかすごい100万人とかなれるように、なんか一気にバズらねえかな。バズらねえかな。だってちょっと味夢ね、最近すごい考察されたすぎて、なんか考察されるぐらいの人としての深みを持ちたすぎて、そしたらなんかこう、なんていうの、チャンネル登録者数とかいろんな先輩に知ってもらえてね、いい感じってなるのかなと思って。15万人になるにはどうしたらいいと思う先輩。目標もまた決めたいね。10万人で味夢パーカーでしょ。5万人でラインスタンプもこれ作ったでしょ。20万人で単独ライブもしたいでしょ。30万とか50万とかだとどうする先輩。どうしたい？味夢と何したい？味夢はね、じゃあまずその目標を達成するためにはまず考察されたいよね。味夢考察まとめみたいなレバーまとめ作られたいよね。ネイバー読めないけどまとめられたい。15万人の満員はいいってそうせ先輩。15、ありがとう。嬉しい。お腹すいた。今日朝から走り回ってたからさ、
何も食べてないあのね、そう朝からずっと走ってたのじゃん。これも伏線だからなんか伏線だからってつけたら何言っても息がしてきたね。アジウム伏線だらけの今声にならない声が出た。アジウム伏線だらけの奥が深い女みたいになりたい。この子のこの言葉はそのまま受け取ってはいけない、実はこういう裏があるみたいなりたいな。なりたいな。でもなめくじとカタツムリみたいなもんで生まれた時から違うのかもしれないね。まあこれも伏線だけど、なんか食べてってありがとう。そういつも牛丼食べてるのも伏線なんだよね。全部伏線。アジウムも伏線だらけだね。伏線。何？アジウムめんどくさい説ってそれ最近ちょっと説じゃないんだよ先輩。アジウムさ、これまでさ、こうネタで言われてると思ってたの。アジウムは変わってるねとか、変わってるねっていうのはすごい優しい言い方なんだけど、アジウムの言ってることよくわかんないねとか、友達なのかな、わかんないけど演劇歌唱スクールの人に言われたりしてさ、なんか話題作りのためにアジウムのことそういう風にこう言ってネタにしてくれてるんだろうなって思ってたんだけど、最近本当にアジウムの言ってることってなんかあんまり誰も理解してくれないのかなって思うことが増えてきてさ、っていうの、アジウムの考えてることとかってめんどくさいのかなっていうのね、まさに昨日ママに聞いたの。そしたらね、めんどくさいと思うよって言われたの。でもそれってね、ニュートンとかピカソ先輩とか、あとねマックの人なんだっけ、ジョブズ先輩とかもそうだったと思うよって言ってもらったんですよ。何の話してたっけ。全然疲れてきた。これも伏線。そう、なんかいいや、この話はいいや、もういい。正直否定できないとか悲しいって先輩に言わしちゃってるから、この話はいいや。もうこれは伏線。闇モード入ってきたなって。なんかアジウムも未来あかり先輩とかさ、愛ちゃん先輩とか新しい一面持っててみたいな感じじゃないですか。ブラック愛ちゃん先輩とかアジウムもそんな感じで、なんか東ヤミ、違うな、ヤミマアズ、なんかそんな感じになの欲しいな。なんだっけ、どんなのがいいんだっけ。アジウム、ヤミリム、なんかいい名前思いついたら教えて。ブラックリムはなんか違う。どうする？大丈夫、俺でよければ話聞くよ。てか LINE やってるって。モンプラ先輩ありがとう。その手段マジで使ってくる人いるらしいね、Twitter とかで。いきなり DM で闇ついしてる女の子とかを狙って、大丈夫？なんかあったの？俺でよかったら LINE ID 書いとくから、もしよかったらここで話しづらいことあるだろうし追加してみたいな。本当にあるらしいね。すごいよね、ネットって。すごいよね。パシフィックリム違う。アジウムオルタ違う。ダークリム違う。クロノリムちょっとかっこいい。スカイリムセラソラちゃんとのやつでしょ。オベアリムって何？サキュバリム、サキュバスってこと？何？アジウムお腹すいた。もう頭回らなくなってきた。これも伏線だけどね。よーし、立とうっと。なんか座ってたらなんかどんどん眠くなってきた。というわけで、これアジウ
アジウムね。アジウムやばい、このままだとなんかアジウムが病んでるみたいな終わり方になっちゃダメ。アジウムね、アジウムね、じゃあ明るい話をしろ。未来輝く話しよう。アジウムね、さっきの話戻るけど、5万人で LINE スタンプ作った。これ作った。10万人でパーカー、これ作った。だから20万人で単独ライブ、これ絶対やる。30万人で考えとく。50万人で考えとく。いやー、未来輝く楽しみだな。ねえアジウムだよじゃあちょっと長かった思いのほか結構1時間ぐらいずっと喋ってた。ちょっとアジウムはそろそろトイレでも行きたいし、アジウムは生きてるよってちゃんと伝わったかな。大丈夫？アジウム生きてるから。これも伏線だけどね。じゃあ来週の水曜日に次回やろうと思います。21時くらいからにしようかな。アジウム、そうだ、アジウム電話相談室またやりたいなと思ってるから、なんか相談したいこととか面白い話持ってる先輩はまた応募してくださいね。絶対見に来てくださいね。また伏線いっぱい貼るから考察してね。じゃあ最後にアジウムじゃんけん、これも久々だね、やろうと思います。負けた先輩はアジウムの絵を描いてリム A に投稿してください。グーチョキパーでグーチョキパーで何作ろう。右手はチョキで左手もチョキでハッシュタグリム A で投稿してくださいね。アイコの先輩は今日は湯船に使ってくださいね。なんだこれカット先輩は明日ドキドキする出会いがあるでしょうってママが言ってた。じゃあいきますよ。アズリウムじゃんけんじゃん